元町です。走行中、吉野本町5丁目です。次は梅津電車です。次は十郎部屋敷。ではこの人形浄瑠璃って呼ばれるものなんですが、3つのものが1つに合わさった表現となっています。まず1つ目が人形を操る人形使い、2つ目が物語を語る太夫、3つ目が伴奏の三味線弾き。その3つが合わさったものになっているんですが、1600年頃この形になりました。それ以前はというと太夫と三味線だけ、浄瑠璃と呼ばれる音楽だったんですが、その音楽に人形のお芝居がつくことによって聞くだけではなくって見ることもできますので、物語の筋がよくわかるようになるんです。それではそちらの方のお人形なんですが、まず大きくて重たい人形ですので、1つの人形を3人で操るようになります。その大きな人形というのも1600年頃大阪の方でなったそうです。そしてその隣にあるのが舞台下駄と呼ばれる下駄なんですが、人形使いが履く下駄、箱下駄とも呼ばれています。人形の地面は辺りでなくって84センチ、ここまで上がったところになりますので、そこまで120センチを持ち上げるために自分の身長を出すんです。ですから高さというのはその人の身長によって高さが決まります。下駄の高さ。そしてその前にあるのが床本と呼ばれる太夫の読む台本です。文字が変わっているんですが、浄瑠璃文字という文字で、この文字を読み書きできなければプロの太夫は舞台に立てないと言われています。そしてこの床本奥台が見台です。豪華な蒔絵なんですが、昔の太夫、こちらの方ではお武芸者の道楽って呼ばれて、お金持ちしかできなかったんです。それは文字の読み書きが必要だったからです。文字の読み書きができるのはお金を持った人になっています。そしてこちらの方は、その太夫の使う具なんですが、その隣が太棹の三味線。三味線の中でも一番大型のものと言われているんですが、義太夫三味線と呼ばれています。そうなんですが、江戸時代の清掃の上下です。こちらのことを片絹、上の部分のことを片絹と呼んでまして、今展示しているのが作られたのが大正時代です。大正時代は紙に布が貼られてました。はい、よく見ると紙なんですよ。和紙です。でその和紙の部分も油紙を使用しているんですが、人形を作る人のことを人形師というんですが、その黄色いラインのところは歴代の人形師です。有名なのは上から4番目、初代天狗師さんがすごく有名な人で、明治の頃の名人、たくさん人形を作って工夫もされた方になります。そして人形は今でも手で彫っております。のみを使って。機械彫りというのは未だにございません。だいたい5年ぐらい日陰干しした桐やヒノキを彫っております。ちょっとちっちゃな人形なので舞台では使いません。でも手は動くし、座っている方のは目もパチパチ動きます。お金持ちの人がお座敷で遊ぶために作らせているので、かなり成功です。でも舞台では使えないのはちっちゃすぎるからです。お金持ちの人以外、庶民の人たちはこの首人形でした。首人形って今制作する職人っていないんですよ。もう途絶えてます。ただこれも復活させようと思っておりますので、はい、特に面白いのはそのガブと呼ばれる頭です。
この鬼の頭ですね。あ、すごい。はい、こちらの方って美しい女性が鬼に変わるときに口がガブッと開くので通称ガブって呼ばれてます。そして貴重な頭というのがこの馬の背駒像の作った丸めの頭なんです。今10体しか現存しておりません。そのうちの一つです。でまだこの馬の背駒像ってあちらの人形師の中で一番上に書かれている1700年頃活躍した人形師なんですよ。ですから300年以上経ってます。すごい。はい、塗りなどは一度塗り直しが行われてます。昭和45年に大阪文楽の人形師大江美之助が塗り直しておりますが、それからあとはそのままです。手は加えられてません。でも塗りがすごく綺麗なのは温度や湿度や光を加減調整することによって塗ってるんです。でこの初代天狗一茶って目玉がガラス玉っていうのが、はい、特徴的でして、目を見ていただくと光が反射するので実際の人間の瞳のようになってます。普通でしたら漆で塗るんですが、ガラス玉を使うことによってその目の反射っていうのがあってすごく綺麗に生きている目のように映るのがその天狗久初代天狗久が作ったガラス玉の目になるんです。小さい方が大阪文楽で大きい方が徳島です。もともと徳島も文楽ぐらいの小さな頭だったんですが、外の舞台だったら大きい方が分かりよいので巨大化したんです。でその巨大化した時に、主に霧に変わってます。でこちらになります。神様の宿る人形です。映像で今あるんですが、徳島も多分どこの地域のと思うんですが、その土地の神様おじじいさんっていう神様がいて、そのおじじいさんにはその土地の人形座が奉納を行います。でこの奉納を行った後、農村舞台の幕が開くわけになります。この今出ているのは勝浦座っていう人形座なんですが、200年前から続いている人形座で、はい、江戸時代から続いているのって今4つしかないんです。60年前に生まれて屋敷の広さもこの5倍もあったんですが、部下とトラブルがあって処刑されてしまいます。それから約70年後にこの11時からのお芝居の「京成阿波の鳴門」っていうお芝居が作られるんです。その白い枠に囲われたお芝居なんですが、全部で10段、お人形も十郎兵衛が今2体あるんですが、黒い着物の方が徳島の十郎兵衛阿波でこです。チェックの方は大阪文楽の十郎兵衛になっております。人形の形もちょっとずつ違います。だいたい背丈は同じなんですけど、顔が大きくて顎がしゃくれていて、でテカテカ光ってるのが徳島のお人形の特徴なんです。これは全て外の舞台での上演のために作られたお人形になります。いうと人形使いは太夫の語りによってその人形の仕草というのを決めていきます。ですから聞こえなくなると困るんです。人形動けません。ですから音消し用をつけております。でも決めたい時は人形使いもパシッと音を出したいので、その時は2人目の足使いと呼ばれる人が自分の足を鳴らします。その足使いは両手で人形の両足を持ちます。ただ84センチなので中腰で操るんです。一番ちょっと体的には負担がくるところになります。左使いの体で人形を隠してしまうというのがあるので、後ろから操るように左手だけ長い棒、差し金がついているんです。この差し金です。これを持って後ろから操りますので、あの人の差し金という言葉は人形から来た言葉になります。でもこれなんで金も使ってないのに差し金かというと、この形が大工道具の差し金っていう物差しによく似ているので、差し金っていう名前がつきました。上の方を引っ張ると手が伸びて、下の方を引っ張るとグーするようになっておりますので、チョキして紐に引っ掛けて操るようになっているんです。後ろの方から。ただ左使いがちょっと大変なのは右手がおむずかいです。手を合わせて拝む時、
などは左使いがその右手に合わせていかなくてはいけないというのがあって、同じような動きをさせるのは左使いの役目になっています。また人形の足なんですが、足があるのは子供と男の人だけ。女の人って足ありません。着物の裾、ここを内側からつまんで裾さばきによって足があるように見せるんです。ですから座った時とか縦膝っていうのは足使いの手が人形の足代わりになります。3人が息合わせるので、速い動きというのはできませんが、すごく人間らしい動きが息が合うとできるというのがこの3人使いの人形になるんです。今でやれる人が。そうです。で、なので、例えばとか言ってもみんなそれぞれできる演目が違ってて。こういう物腰からつまはずれ、かわいらしい娘の子、定めて連れしは親子たち、国はいずくと尋ねられる。なんじゃ徳島。さてもそれも懐かしい。わしが生まれも阿波の徳島。トトさんやカカさんに会いたさに催告するとは、どうしたわけじゃ。それが聞きたい。言うて聞かしゃ。言うて聞かしゃ。その親たちの名は何というぞいの。トトさんの名は十郎目、カカさんがお弓と申します。と聞いてびっくり。これこれ、あのトトさんな十郎目、カカさんなお弓、三つの年に分かれて馬場さんに育てられていたとは。歌
男の子がためならんと心を沈めよそよそわしもかかさんがあるならあのように髪言うてもらおうものとうらやましゅうござんす。だけれども我を忘れて我が身のためにならぬこと言うて良いものかいあいうれしゅうござんすねの金は小判というものをたんと持っております。そんなにゃもう参じます。かたじけのうござります。泣く泣く立つを引きとどめ無理にもたして死に落ち毎一度顔をと引き寄南無大悲の観音これもすね毎一度こちら向いてたも毎一度こちら向いてたもいのございます。で、バスの時間もちょっとお時間あるので、ここ。